にちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。本日も相場の話題を提供していきたいと思います。今日はですね、NVIDIA とナスダック薬の話をしていこうと思います。最初に NVIDIA の話からしていくんですけれども、NVIDIA ですね、皆さんご存知のように、決算があって、そこからですね、50% 近くですね、上昇したわけですね。で、現在は3日続落中ということで、高値からですね、16% ほど下落した状態という感じです。で、この下落ですね、どこまで続いていくのかっていうことについて、今日考えていこうかなと思うんですけども、NVIDIA のね、年足しのチャートを見ていただければわかるんですけども、長期的には上昇トレンドであるということですね。月足もね、まだ上昇トレンドが崩れていないということは、私のラジオ日経の番組をね、聞いてくださった方はわかると思います。つまり現在というのは長期的には上昇トレンドなんだけれども、その調整中ということになるわけですね。では、この調整ですね、どこで終わるのかっていうことなんですけども、例えば調整の目処を考えるときに代表的なものとして、フィボナッチリトレースメントがありますけれども、これをですね、今の直近のね、波動に当てはめて考えてみると、このような形になって、例えば 38.2% 押しだと115ドルぐらい、ですし、半値押しですね、だと107ドルぐらいということになりますし、61.8% 押すと100ドルぐらいということになってくるわけですね。今、パッと3つ言いましたけれども、それぞれが、調整が終わる目安にはなっているということです。ちなみにですね、一つ前の波動ですね、こちら、月足の波動って何パーセントで終わったかというと、38.2% 押しのところで、調整が終了して上昇転換していったんですね。じゃあ今回もね、38.2% 押して止まるかっていうと、もちろんその可能性はありますし、そうじゃない可能性も当然考えておくべきということになるわけです。で、NVIDIA のようにですね、非常に長期にわたって上昇している、銘柄っていうのは、皆さんもね、ご存知の通り GAFAM ありますよね。じゃあそれらは過去ですね、どのぐらいの調整をね、したことがあるのかっていうことについてこれから見ていきたいと思います。これはですね、Amazon の月足のチャートになるんですね。で、Amazon はこちら、2015年の1月から2015年の12月にかけて1年間ですね、ずっと前の月の安値、つまり先月の安値を割り込まずに上昇し続けたですね。その後、ここで大きく調整しています。じゃあこの時の調整ってどのぐらいの割合だったのかっていうことを同じくフィボナッチリトレースメントで考えてみると、波動に対して 50% を超えるですね、調整をしているんですね、実は。次に Apple ですね。Apple はですね、例えば、2019年、2009年の3月から2010年の4月までですね、月足で前の月の安値を、先月の安値を割り込まずにですね、ずっと上昇した後に調整しています。じゃあこの時波動に対してどのぐらいの調整幅だったのかというとですね、こちらは 38.2% を押してから上昇に転じていったということがあります。次、マイクロソフトですね。例えばマイクロソフトはですね、2018年の2月から2018年の10月までですね、先月の安値をね、割り込まずにずっと上昇していったわけですけども、そこから、1ヶ月間でですね、先月の安値を割り込んで、ここまで調整しています。じゃあこの調整幅、波動に対してどのくらいだったのかっていうことなんですけども、こちらですね、50% の調整だったわけですね。ちなみにこれはですね、50% 調整してから、一旦戻って高値を超えられずにこの下落の波動になっているので、最初の調整幅は 50% という理解になります。他にですね、例えばメタですけれども、メタも2020年の3月から2020年の8月まで先月の安値を割り込まずに上昇し続けた波動があるんですが、ここでですね、翌月調整していると。高値をつけた翌月に調整しているんですけども、じゃあこの調整幅ね、波動に対してどのぐらいだったかというと、約 38.2% の調整だったということがわかりますよね。今、ビッグテックのチャートを5銘柄見てきたんですけども、いずれも上昇波動に対して 38.2% から 50% の調整幅だったんですね。で、結構みんなぴったりと止まってるっていう印象を受けたと思うんですけども、必ずしもですね、そういうぴったりとしたところで止まるとは限らなくて、例えばですね、Google のチャートなんですけども、このコロナショックの安値ですね、2020年3月からこちら、2020年9月までの上昇なんですけども、この高値つけた月にこの調整に入ってますよね。じゃあこの調整幅、高値から調整幅、
波動に対してどのぐらいだったのかっていうと、38.2% から 50% の間ぐらいまで下落して調整が終わって上昇に転じているということがありますよね。先ほどまで見ていただいたのは、だからたまたまその 38.2% とか 50% っていうぴったりとね、止まっているようなチャートをあえて選んで皆さんに見ていただいたわけですね。ですから、もちろん、そういう 38.2% や 50% っていうところで調整が終わって上昇に転じる時もあるし、こちら今見ていただいているように、その間、38.2% から 50% の間ぐらいのところまで調整してから戻る時だってもちろんあるわけですね。ここまでの説明で見ていただいたものから、だいたい調整がですね、38.2% から 50% ぐらいで終わっているということがあると分かっていただけたと思うんですけども、実際ですね、上昇トレンドで力強く上昇しているような銘柄っていうのは、調整がですね、押しても 38.2% とか、もうすごく押して 50% みたいな傾向がね、あるといえばあるんですよ。さらに力強く上昇して勢いがある時なんかは、38.2% も調整せずに、もっと浅い調整で上昇に転じていくっていうことももちろんあるんですよね。ただ、そこを決めつけてしまうのが一番良くないことなんですよね。フィボナッチはですね、この10年ぐらいの間ですね、とても機能するようになってきたなっていう印象が私にはあるんですよね。株式投資っていう部分での話です。FX ではもっと前から機能していたのかもしれませんけれども、今回の NVIDIA の調整も 38.2% から 50% で止まる可能性が一番高いというふうに、考えることができるとは思うんですけれども、ただそれを決めつけるのではなくて、そこで調整が終わらなかったっていうことも考えておいた方がいいということですね。つまり、もっと 50% を超えるような調整になる可能性も想定した上で、じゃあ自分がどこで押し目買いを入れていこうと思うのかっていうことを考えておいた方がいいというふうに思うわけです。これからですね、115ドルから108ドルぐらいまでの下落があって、で、なおかつそこで調整が終わらずに50% よりも調整する可能性ってやっぱりあるので、100ドルにね、迫る調整になってくる可能性も当然考えておいた方がいいわけです。そういういろんな可能性を考えた上で、どこでどんな風に押し目が入れるかを考えていただければなというふうに思います。次にナスダック100なんですけども、ナスダック100はですね、現物の方では2万ポイント目前にですね、売られているわけです。大台のね、前に売られるっていうのは、相場ではよくある話だったりするんですけども、今の波動じゃなくて一つ前の波動では、調整がですね、38.2% の水準で終わって、上昇に転じていったんですね。今回の波動もですね、38.2% で調整が終わるとするのであれば、どこら辺まで下落するかというと、19,300ポイントぐらいということになるわけですね。ただこれは調整が浅いという場合の話ですね。こちらにありますように、大きなね、調整になる可能性だってあるわけですね。先ほど見ていただいたように NVIDIA ですね。NVIDIA の調整がどこで終わるかっていうのは、ナスダック100のね、調整がどこまで行くかっていうことと密接に関係していますので、例えばですけど NVIDIA の調整が 38.2% 押しの115ドルぐらいで止まって、ナスダック100のね、調整が 19,300 ポイントぐらいで終わるっていうのが、一番調整がね、浅く終わるタイミングだとは思うんですけども、ですが、NVIDIA も 38.2% 押しじゃなくて、もっと深く押すことがあれば、ナスダック100もね、もっと深く押す可能性が高いということですね。ですから、あまりどこで止まるかってことを決めつけずにですね、柔軟に対応していけばいいんじゃないかなと思います。はい、では、引き続きトレンドしっかり見極めて儲けていきましょう。